こんにちは、パトンあきこです。ここで一度前回までのあらすじを簡単にお話しします。国際結婚8年目にして夫婦別々の道を行くことになり、アメリカで行くあてのなかった私たちはキャンプ泊をしていたのですが、子連れでのキャンプ泊に限界を感じていたところ、教会の方が手を差し伸べてくれ、私たちにホテルの手配をしてくれました。私たちはこのキッチンのついた滞在型のホテルに1週間滞在する予定です。この1週間の間に私は次の行き先を見つけなければなりません。ちょっと日付について補足しておきます。この動画は9月1日に撮影したものになります。以前緊急で出した現状報告動画は9月30日時点のものだったので、皆さんが本日視聴するこの動画は9月1日時点、つまりこの時はまだ仕事も住む場所も何も決まっていない不安な日々を過ごしているものになります。その辺をちょっとイメージしてみてもらえれば、より当時の状況がわかるのではないかなと思います。では今日の動画をお楽しみください。前回の動画エピソード19から5日間空きました。今日は9月1日になります。もう9月だなんて信じられないです。この5日間とても忙しかったので、カメラを回す余裕が全くありませんでした。しかしこの5日間の間に経験した新しい出会いやお伝えしたいストーリーがあるので、ちょっとこのままお話しさせてください。まず DHS の紹介でリーガルエイドに行くことになったのですが、以前家族で住んでいた地域のリーガルエイドのオフィスに行くと、彼女たちからごめんなさい、私たちはあなたを助けることができないと言われてしまいました。あなたは子供3人を連れてホームレスになったということだけど、あなたの旦那さんは今彼のお母さんのところに滞在しているということは、彼にも家がなくホームレス扱いになる。あなたは法的に彼に何も要求することはできないということでした。そしてはいと20ドルのガス代だけ渡されて、そのまま帰るように言われました。 DHS に電話してオクラホマ州のフードスタンプ、食料を買うための食料品購入支援のカードを求めたのですが、住所がない人にはカードの発行はできないと言われました。そしてこの期間、私たちは毎朝7時にホームレスシェルターに通い、その日の空きが出ていないかを確認していました。電話で確認するよりも直接行って確認した方が、空きが出た時にそのまま空きをゲットできる確率が上がるからです。今アメリカ全体、そしてオクラホマも例外なくホームレスが多く、私たちは数多いホームレス親子の中の一組、そして移民の親子という感じで全然相手にされなかったり、悲しい思いをたくさんしました。そうこうしているうちに、教会の方が手配してくれた1週間のホテル滞在の最終日となってしまいました。私たちはホテルを出ていかなくてはならなかったのですが、ここでまた息子の学校の先生、ミス・ギャット、彼女が教会に交渉して、あともう1週間だけホテルの延長をしてくれました。私にはあと1週間の猶予しかない。そのプレッシャーはすごく大きいものでした。毎日ホームレスシェルターに通う中で、ジャスというホームレスシェルターで働くとても素晴らしい女性に出会いました。彼女は今はホームレスシェルターで働いているけど、昔彼女も私と同じ状況で幼い子供3人を連れてホームレスになった経験があるそうです。そこからホームレスシェルターに助けてもらい、今は働くことができて子供3人を養えているのよ。あなたも今は大変で先が見えないように感じるかもしれないけど、絶対道は見えてくるから絶対に諦めないで。Never give up と力強く話してくれたのです。
私のことをたくさんいるホームレス親子の一人、アジア人移民とみなさずに、ちゃんと一個人として話してくれたのが、私はとても嬉しかったのです。ジャズから、あなたも絶対に何か糸口が見つかる、仕事も絶対見つかる、自分を信じなさいといくら強く言われても、この当時は子供や赤ちゃんを抱えている私に住まいが見つかったり、仕事が見つかったりしている自分、 YouTube が収益化する自分を想像することができなくて、毎日途方に暮れていました。ホームレスシェルターのメンバーになって、シェルター内に入ることができている家族を見るたびに、私たちもいつか雨風がしのげるあのシェルターに入ることができるのだろうかと、ホームレスシェルターで暮らす家族を羨ましく思うこともありました。ジャズは私にいろんな情報をくれました。住所がないからフードスタンプの発行ができないということを話すと、電話じゃなくて直接 DHS のオフィスに行くこと、そしてちゃんと主張すること。見てください、私には幼い子供が3人います。子供たちに食べさせるために、私にはフードスタンプの支援が必要ですとちゃんと主張するのと力強く言われ、私たちは DHS オフィスに行き、言われた通り DHS の人に今の状況を説明すると、住所がないにもかかわらずフードスタンプの発行を許可してくれました。ジャズの言う通りでした。これはまさにアメリカあるあるですね。主張した者勝ち、逆に主張できないと弱い立場になってしまう。そして昨日ジャズから明日シェルターの空きが出るかもしれない、絶対に明日を逃さないでと言われ、まさに本日の動画がシェルターの空きが出るかもしれない日になります。では本日の動画をお楽しみください。今日もすることがたくさんあるんですけど、今ちょっと急いで子どもたちに朝食の納豆を食べさせて、納豆で全身がねスティッキーになっちゃったので、今お風呂に入らせて、私もさっとご飯を食べるところです。今日も毎日しなきゃいけないことがいろいろあるんですけど、今日もしなきゃいけないことがたくさんあって、今日は私のベイビーノアとアイリーを産んだ時にお世話になったミッドワイフ、助産師さんにちょっといろんな住居とかのリソース貸してくれるところとか、リソースがないか聞いたら、コーヒーショップの、店長さんを紹介してくれて、その人がいろいろ困ってる女性を助ける活動をしてたからって、そのクライアントさんらしいんですけどね、そのミッドワイフの。でちょっとそこにその人に私が来ることを伝えてあるから行ってみてって言われたので、今から行ってこようと思います。その後ホームレスの女性と子供をかくまうシェルター、今日12時にもしかしたら空きが出るかもしれないから、そこに行くのと、あとはいろんな書類の提出とかいろいろあるので、あっちこっち行ったり来たりっていう感じですね。今日もちょっと、あとは間の隙間時間を見つけて、アイラの学校の誰だろう、ちょっと405、ちょっと電話が来たので取りますね。はい、yeah, this is Akiko. Are you going to? Hold on. I think this is it. Yeah, will you tell me again? I'm sorry? Yes, correct. So, okay, I'm gonna fill out the paper, but you want me to send it to you before noon or weekend is okay? Okay, thank you. ちょっとこの部分は動画に残すかわからないんですけど、ごめんなさい、この内容は動画に残せませんでした。
ではホームレスシェルターに向かいたいと思います。行きますか。12時ちょうどに来てねって言われたので、ちょっと早めに来ました。早めに来たので今この動画を撮ってます。今すごくホームレスがオクラホマに多いらしくて、でもう ほぼその住居のサポートを得るのは無理だっていろんな人にインポッシブルだよってすごく言われ続けて、でも彼女はみんなマッチの状態だから、でそんな中でも今私は毎日いろんな人に会っていろんな人に連絡して何か糸口を見つけようとしてるんだけど、ここに行ったらいいよ、あそこに行ったらいいよ、あそこに行ったらいいよっていう情報をもとにね、でもどこにもやっぱりなんか、そういう風なそのホームレスの人を助けるとか女性を助けるとかそういうところってやっぱりくれくれの人とか被害者だからみたいな感じの人が多いみたいで、やっぱり相手にされないし、でもそんな中でちゃんと直接足を運んで話をしてもその話を聞いてくれない人はたくさんいる中でもそんなたくさんの人と話していろんな人に足を洗われて他に行ってっていう中でもやっぱり話をしてくれようとする人がちょこちょこいて、そういう人とちゃんと話をして自分がどう考えているかこれからどうしていきたいかっていうちゃんと将来のこととかも話しながら、でも今こうだから助けがいるっていうことをちゃんと伝えるとやっぱりちゃんと手を差し伸べてくれるというか、で今日のここに12時に来てっていう情報も向こうから私に電話をして情報をくれることはできないから、毎日この時間に毎日連絡してくれたら状況を伝えることができるからっていうふうに言ってくれた人で、その人も過去子供3人4歳と1歳と何歳か忘れたけど連れて旦那さんから離れて、そこからホームレスになったところからいろんな人が助けてくれてここまで来れたから、あなたも絶対にネバーギブアップだよって言ってくれた人で、その人がこの情報をくれたから今ここにいて、ここに来たからって何かできるわけか分かんないんだけど、今までいろんな情報を得てはそこに赴き、その情報が正確ではなかったことにたくさん振り回されてきたから、今回のこのホームレスシェルターに空きが出るかもしれないという情報が本当かどうかも定かではないけれど、やっぱりそういうふうに情報をくれたらそこから何か糸口が見つかる、何か状況が変わるかもしれないから、アイラの学校の先生も私にとってはかなりの重要なキーパーソンだったし、一人ここで働いているジャスっていう人なんだけど、その人も私にとってかなりのキーパーソンで、英語ができないとか英語が上手くないとか関係ないなって思いました。私実際本当に英語文法とかめちゃくちゃで、もう知ってる単語をつなぎ合わせるみたいな感じでしか喋られないんだけど、でもそれが逆にそのネイティブじゃないから軽くあしらってくる人とか聞いてくれない人はもう鼻からそういう人と話してもそこからは何も糸口が見つからないというか、こういうふうにたどたどしくても頑張って英語を話してる、それを頑張って聞いてくれる人はやっぱりキーパーソンになってくるというか、翻訳を使ってもいいし、それでも何か伝えようとしてくれる人を聞こうとしてくれる人ってやっぱキーパーソンになってくるから、英語が上手くないっていうのが逆に人を見極めることにもなったなと思ってて、英語が下手でもいいから自分の言葉で喋ること、自分のビジョンを伝えること、インパーソンで会うことすごく大切だなと思いました。ではもうすぐ時間なので行きます。はい、何？はい。ここどうしたの？Oh, Noah. Noah. Hi guys. Like the button, please. Even if you don't like it.
But we're getting a home pretty soon. Probably right now. I don't know. Oh, はい、行くよ。ホームレスシェルターは撮影 NG なので動画には撮りませんでしたが、無事にたった一つの空き家をゲットすることができました。これでとりあえず安心して室内で眠ることができる場所の確保ができました。寝る場所の確保という長い道のりでしたが、私にとってこの一歩はすごく大きなものとなりました。なぜならホームレスシェルターに入居することができたら、シェルターに滞在しているケースワーカーさんから次のステップである仕事を見つけること、そして自分たちの家を見つけることにおいて大きなサポートが得られるからです。それになんともう一つのビッグニュースがあります。ホームレスシェルター入居の手続きを済ませた後にスクールに行き、上2人のアイラとアイリが来週から入学するための手続きも済ませてきました。アイラのホームスクールは毎日のカリキュラムをこなすのに正直めちゃくちゃ大変だったので、これも大きな一歩です。今日は何というビッグデーでしょう。もう本当に信じられません。先が見えなくても不安でも自分にできることをちゃんと信じて行動していれば、ちゃんと物事は動くものなのですね。チャータースクールの先生から電話があって、チャータースクールっていうのは公立と私立の学校が合わさった学校なんですけど、事情を聞いたから、あなたたちは、火曜日からアイラとアイリと学校に入れさせることができるから、今日エンロールメントしに来てくださいみたいな電話があったんですけど、びっくりしました。まず、プリケアイリーのプリケっていうのは、学校に行く前、小学校に行く前の幼稚園みたいな感じかな。でもプリケは無料なので結構人気があって、昨日プリケアイリーのプリケ探してみたんだけど、どこも入れなくて、やっぱ難しいよなと思ってて、まずアイリーのプリケでしょ、プラスアイラの学校なんだけど、大きく分けて3つあって、公立と私立、あとは公立と私立が合わさったやつで、私立なんだけど無料みたいな感じでのとこがあって、なのでそこはめちゃくちゃ人気があって、抽選でしか入れない。でみんなずっと毎年抽選をして入れるかやってみるみたいな感じのところがチャータースクールって言うんだけど、そこに春ぐらいに抽選するのかな、そのプリケもチャータースクールも。でそこに入れてくれるって絶対ありえないと思って、でアイラの学校の先生は昔そこのチャータースクールで働いてたから、そこの校長先生も知ってるから私話してみるねって昨日言ってくれて、私は今もう毎日いろんなところに行っていろんな書類もしてて、すっごいもうあっちこっち行って忙しくて、子どもたちもかなりストレスになってるだろうし、あとはアイラのホームスクールのこともしなきゃいけないから、学校の勉強を合間時間にしながらの毎日で、いろんな役所に子ども3人連れて、2時間も3時間も待って、また次に行っての場所に行って2時間待ってとかやってたら、子どもたちもかなりストレスが溜まってて、私も子どもたちがギャーギャーってなるからストレスも溜まってて、でもその中でも学校のことをしなきゃいけないしで、もう本当にいっぱいいっぱいだったんだけど、今回学校に行かせることができるようになって、もう本当に上の2人ね、すごく良かったです。子どもたちを入れることができた学校はミスキャットもおすすめするとっても良い学校です。少人数制なので校長先生が生徒全員の顔と名前、そして親の顔と名前まで把握しています。とてもアットホームな環境です。それにチャータースクールは良い教育を受けることができるので、アメリカではとっても人気があり、そんな良い学校に子どもたちが通うことができて、とても安心しています。早速たくさん助けてくれたミスキャットに報告のメールを入れました。ミスキャットなしではここまで来ることは到底できませんでした。その後、ミッドワイフ助産師さんが紹介してくれたホームレスの人を支援しているというコーヒー屋さんに来ました。
このコーヒーなんと1ドルなんです。子どもたちのスムージーも2ドルでした。どう考えても赤字の値段です。どうしてこんなに安いのか聞いたら、ドネーションベースで事業を回しているからよとのことでした。彼女が一体どういう経緯でこのホームレスの人たちを助けるコーヒーショップを経営することになったのか、彼女のストーリーにもものすごく興味があるので、少しこのコーヒーショップに通って仲良くなれたらインタビューをさせてもらえたらなぁと密かに思っています。はい、シェルターはこんな感じです。トイレとお風呂、洗面台、あとベッドがいくつかあります。シェアルームじゃなくて私たちだけのプライベートなお部屋で、ここで物を食べたり飲んだりするのは禁止だそうです。食堂で朝昼夜ご飯が出るそうです。かなりアメリカンな食事で私には合わないと思うので、日本食を食べたいんだけど、部屋で料理をすることはダメと言われたので、キャンプセット持ってるので、なんか日本食が食べたい時はグリルしたり、外でね料理をしたりご飯を炊いたりなんかしたいと思ってます。ちょっとそこは考えなきゃですね。冷蔵庫もないので、クックしてすぐ食べるみたいな感じ。そこはちょっと食べ物に関してはアメリカの食事は合わないので、ちょっと考えなきゃなって感じです。音源は7時で、7時以降は、出られないと、朝は7時までは出られない感じだそうです。テントで寝泊まりよりはマシって感じかな。なんかここから新しい一歩が始まるっていう感じです。シェルターがあって、食べ物があって、子供たちが学校に行けて自分の時間ができたので、あとは、働く場所を見つけて、自分ここを出るぐらい稼いで、自分たちの家に移るのが次の目標ですね。なんか本当に第一歩が始まるっていう感じです。もう今まではゼロこれが1、今まではテント暮らしで、もう本当にホープレスで、子供たちの預け先もなくって、だからどうしようも動けなくて、3人の子供たちを連れて私はもうどうしようも動けなかったので、預け先も決まって、シェルターも決まったので、本当にここから自分の力でね、なんぼでもなるような気がしています。はい、で子供たちは今日は、ダディのお家に遊びに行ってます。なので、子供たちがいない間に、まだホテルの方に子供たちの洋服とかいろいろ置いてきてるので、全部ね住めるようにちゃんと心地よくね子供たちと住めるようにセットアップしていきたいと思っています。今日はホームレスシェルターに入居することができて、この日はとても安堵していたのですが、まさかこのホームレスシェルターでナイトメアなことが起こり、ここから眠れない恐怖の日々を過ごすことになるとは、この時は知る由もなかったのでした。